いくよ。3、2、1。ババーンはい。というわけで皆さんこんにちは。ひきチャレののぶです。そして、今回は池脇大先生に教わろうの巻池脇先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとテンション空回り。あ、全然、いや、全然しない。嬉しくて全然。すいません。ね、例えば空回りしてるのを見るのが好きだったりするから。あー、ちょっと意地悪な感じですね。全然絡まってない。大丈夫。そう。まあ、ちょっと早速なんですけども、はい。めちゃくちゃですね、動き過程ってすっごい、まあ、言われてまして、自覚も、してますというところで、ちょっと今日は脱力を教わりたいなというとこなんですけども。動きのね、硬さが実はね、脱力とね、他の原因もあったりするので、そう、どっちがメインでいきたいかっていうのでもいいし、2つの攻め方があるってことですか？脱力だけじゃないんですよ。脱力があると気づきやすい。脱力とあとね、動きの流れなんですね。そう。こっちから胴体側から順に動いてると滑らかに見えるんですよ。で、実際エネルギーもちゃんとよく伝わっていい音が出たり、エネルギーの効率がいいので楽に大きい音出せたり、楽にスピードアップできたりするようになるんですね。なので、ちょっと脱力メインでもいいですし、そういうのメインでもいいですし、なんか後者の方が、なんか深い内容な感じですか？両方とも必要な気がするの、必要なので、どっちに興味あるかかな。まず例えば脱力の体験をしてもらうのと、せっかく生であったから、生じゃないと伝えられないことってあるんですか。なので僕がどんだけ力抜けているのかと、あと今自分でどんだけ力が入ってるのかなっていう体感をしてもらって、っていうのが1個と、であとその動きの流れのチェックとか叩いてもらって、こういう風にやるといいよっていうチェックでもいいですし、とりあえず体感してもらった後に決めてもいいかもなって。じゃあその形でお願いします。なんか欲張り2つセットでお願いします。触り程度しか、できなくても多少多分変化するであろうって感じですか？気づきはあるとは思うので。本当ですか？ちょっとやってみてじゃないとなんとも。ガチガチだったらこっちの方がいいかもしれないっていろんな提案の方がそうもしくは動画のタイトルとしてこれやった方がいいなっていうんだったらそれでも言っちゃいい。今日は有名ドラム講師 VS 世界一動きが硬いドラマーみたいな言い過ぎですかね。世界一は言い過ぎ。それぐらい動き硬いってこう結構自分でも思ってたんで、今日はもうぜひぜひちょっと助けていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。セッティング？そうです。セッティングにすごいびっくりしました。体をひねらないセッティングなんですよ。セッティングすごい。多分ね、めっちゃ叩きやすいと思いますよ。みんなすごいよこれ。セッティング動画とか伝わるかな。なんかすごい斜めになってる。うちだったらここにハイタム、ロータム、フロアってあるのがこれがねこうなってですね、普通ね。そうです。こうなってここにスネアがある感じっていうのがこういうふうにで、全体的にこの並びにフロアが置いてあるっていう感じですね。で、足元が平行なのが特徴的ですね。本当ですね。体にね負荷をかけたくないんですよ。なるほど。変な話、人によってはずっとひねってる状態で叩いてることになっちゃうんですね。ひねらなければひねんない方がいいじゃないですか。真理ですね。ニュートラルな方がいいじゃないですか。全部ニュートラルに近い体に対してニュートラルに行きたい。そういうのをやっていくと力も抜けるし、動きも楽になるし、スピードもパワーも上がるっていうね。やばい。一回なんとなく、おー。おーっと。
OK です OK です。そんな感じなんですけはいど。じゃあまず脱力とかはい体の動きの滑らかにしたいっていうことがテーマで改善点。はいはい。まずね叩く時にスティックに握り込んじゃってんですね。こうヒットの時にギュって、握ってますね。握り込むとね音もペシャペシャになるし、はい、力も入っちゃうし、はい、あんまいいことが少ないんですよ。で多分握り込む派の人の多くが叩いた時に画面からあんまりスティックが離れないようにとか教わることが多くて、それ意識しちゃってこうギュッてやっちゃったりするんですけど、それによってね音ペシャペシャになる傾向が強いんですよ。力抜けてる状態で叩けるっていうのがあってからのスティックをそこで止めるっていうのができれば問題ないんですけど、力抜いてこうガーンっていうのできない状態でそれを目指しちゃうとギュッて止めるしかなくなっちゃうんですよ。そうすると音が例えばこんな音になっちゃうんですよ。はい、でこれがこの音普通感じるかもしれないですけど、そうですね。ここから見るとめっちゃ硬くて薄っぺらい音に聞こえちゃうんですね。この音は別に使えない音じゃなくて使う場合ももちろんあるんですよ。はい、表現としてめっちゃあるんですけど、これをスティック例えば緩めるとこんなふくよかな音が。あ、なるほど。あ、確かに違いますね。で、ちょっとこっからスティック握り込むと。おお。だいぶ違うじゃないですか。違いますね。でシンバルとかはめちゃめちゃそれが如実に出て、ギュッてやると結構硬いみたいなキーンみたいな音が結構耳にくるというか、これ緩めてあげればもうちょっとなんかちゃんとなんだろう。楽器の音って感じするじゃないですか。すごい全然違いますね。そうでこれをするためにはちょっとグリップを緩めていきたいんですね。でグリップを緩めるためには腕の動き良くするのも必要だし、はい、スティックをこうなんだろうな叩く時にこうギュッてやらないっていうのも必要だし、はい、で例えばねこうギュッてやってスネア叩く時でも音量が結構ね変わっちゃうんですよ。こういう風にギュッてやった方が強く音量が大きく出そうなイメージあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃありますね。実はねそうでもなくて、っていうのとローが出るの分かります？分かります。でさらにこう押さえつけちゃってたんですけど今、ノブさんがねで押さえつけちゃうともっとペチペチになっちゃってこういう、ここまでペチペチじゃなかったんですけど大げさにやるとこうなっちゃうんですね。なるほど。それをちょっと弾ませてあげるというか、こういうグリップ緩めてあげるともうちょっとサスティンが伸びるというか、でちゃんと腕振ってあげればもっと中低域がこう出やすくなったりするので、グリップをちょっと良くするとまずいいなって思ったのが1個ですね。それがね多分ちょっとね脱力にも通じてはくるので、ここに力入らなくなるからってことですね。そう、ちょっと通じてきます。でもここばっか意識しちゃうとあんま良くないんですけど、通じてきます。であともう1個は肘の曲げ伸ばしメインで演奏してる気がするんですね。あ、はい、こうなってます。そう、こういう動き。でこれもね硬く見える原因なんですよ。多分そうですよね。多分これすごい原因だろうなと思ってました。僕たちはこういう動きをするんですね。こう曲げ伸ばしじゃなくて、上腕骨がこういうふうに回転する動き。ここですか？そう、上腕骨がこうやって回転するんですよ。ここのロゴを見てもらえると分かるんですけど、上腕がここで前腕がこうでこういうふうに L 字型なってるとしたらこういうふうなんです。ロゴを回転しますねこれね。はい。こういう僕こうってことですよね。こういう動きをメインで使ってます。そうですね。これをこういう動きも入れるってことです。こっちがメインでこっちも入ってるんですよ。曲げ伸ばし入ってていいんですけど、この回転運動をメインにしてあげるっていうのができるといいんですね。で今の状態だとこの回転と腕の開閉の動きが一緒になっちゃってるんですよ。ワクワクみたいな動きになって、ワクみたいな動きになっているので、ワクワクの動きだとチップの先ちょっと見てもらえると分かるんですけど、ワクワクだとあんまりチップの先ってあんまり動かないんですね。こんくらいしか動かないんですよ。なるほど。でこの動きの中にも実は腕の回転運動、この回転運動が入ってるんですけど、これを少しタイミングずらしてあげるだけでこの回転のタイミングをこんくらい動くようになるんですね。肘の動きは僕あんま変わってないじゃないですか。ほら
肘のこの動きはこの幅で動かしてるとして、はい。で、ワクワクじゃないとこんだけ動くんですけど、はい。ワクワクだとこれしか動かないんですよ。おー、なるほど。なんか違うのはわかるんですけど、真似できないです。そうそう、真似できないです。真似できないです。そういうのをやっていくと、滑らかに見えてきますね。っていうのが一個ですね。やばい、これ一朝一夕で真似できない。例えば、真似すると、はい、多分ノブさんはこういう傾向なんですよ。めっちゃこれです。いつも映像で見てる動きです。そうそう。で、多分手首の動きも縦にこういう風に動かそうとしちゃってたりするんですね。はい、手首を動かすとか、スナップを効かせるっていうような、こういう感じだと思うんですけど、はい、それも僕たちはこの動きじゃなくて、こういう動きを使ってるんですね。こうして叩くんですか？はい。どうやって叩くんですか？こういう動きは、こういう風な感じ。スティック持ってこういう。をもうちょっと縦な方向にこう動かして、こういう風に。っていうのも使ってたりするんですよ。手首のこう上下っていう人がすごくたくさんいるんですけど、はい、上下運動してって口では言いつつ、はい、本人も速くなるとこっちに動いてる人って結構たくさんいるんですね。これは手首の動きじゃなくて、はい、手首動いてるんですけど、肘関節の動きなんですね。そう。ちょっと難しいですよね。ドアノブひねるみたいなんですね。そうその動き。こうですね。はい。こういう動きも利用してこういうふうに叩いていったり。こういう状態なんですか？でもそれすらできないんですけど。そこにこれも難しいんです。それも慣れが必要なので。この時点で慣れが必要なんですね。そう。こっちの方がだから楽に真似できるんですよ。縦の動きの方が。そうですね。割と。はい。むずいっすこれ。そう。こうやってシングルの速いやつとかはやったりとか、あと普通のこういう風に腕振る時とかは。途中でこういう動きを少し入れたりして、手首でこうスナップを効かせるんじゃなくて、この動きをちょっと入れてあげるっていう方向に持ってってあげた方がベターだなっていう。手首って割とね弱い関節であったりして、怪我しやすかったりするので、そうですね。なんか痛くなったことあります。そう、はい、多分それはね、このグリップをこうギュッてやっちゃうのも影響してて、腕って叩きに行く時ってちょっと下にこう行きたくなるんじゃないですか。手首を下にさせたくなりますよね、きっと。はい。下にした状態でグーにしてみてください。手首下にこう曲げた状態でグーにすると結構辛くないですか？辛いですね。これをねやっちゃってるんですよ。これめっちゃやってます。日々やってます。そう。それで手首がねおかしくなっちゃうことが結構あったりするので。そうなんですね。そう。その癖をちょっと外していけると良いので、例えば簡易的な方法だと。リバウンドを取る練習をしてダブルストロークってやったりとかしてます。はい。でなんかリバウンド取るってあったじゃないですか、こうやって。はい。やりました。はい。初期に。はい。でこれを例えば左手だけでもいいので、左手の24のこれだけやれるようにするんですね。でも普通の8でもの部分のこれをこう跳ね返してあげて。っていう風にやるだけで指開かないとこれできないじゃないですか。ですね。ギュッてやる癖がだんだん減ってくると思うので、まずちょっとこれやってみません？そう。なんか全然慣れないですね。今までがこうしても、そうほら耳に結構きません？そうですね。はい。なんか柔らかいです音が。うわ、全然違う音。でダブルのリバウンド取る時も、今手首をこう返してるんですよ。こういう風に手首を返すんじゃなくて、普通にこう打ったこの手首のまんまスティックだけ戻ってくるような、こういう風に。そうですね。そんな角度で戻ってこない。これをねできるといいですね。ヒットする瞬間に指を伸ばすような感じにするんですね。でイメージしづらかったら、指伸ばした状態でスティックこう挟ませてあげれば、この感じの指になるのねってイメージしやすいので、これでこういうふうに叩くんですけど、思いっきり叩くとリバウンドのスピード上がってやりづらいので、優しくでもいいです。優しくこう叩いてこういうふうに。なるほど。はい。いいですね。いいと思います。ぎこちないこの状態で、はい。すいません。これが多分
簡易的なところで、はいちょっとリラックスな方向に進みやすい一つのはいポイントです。で、それを今までこう腕使ってたじゃないですか。腕使うこと自体は悪くないので、はいこの腕の動きを今までの動きでとりあえずいいので、はいこういうふうに振りかぶって叩く時の動きをしたい最後にオープンというかこのリバウンドこういうふうにできるようにはいこういうふうに振りかぶってもできるように今ちょっと意識しすぎちゃって、はい肘から先の動きだけでこういうふうにやっちゃってるのではいそれを腕動かしてましたよね、はい普通に24叩く時に。はいで今までと同じこうストローク腕の動きで良いので、はいこの中でリバウンドをこういうふうに拾うようにするっていう風な感じをできるといいと思います。なかなか会えないから伝わって。るかな池脇先生の腕の動きマジでやばいことになっててもうここヘビムチうんにゃーになっててこういうやばいですね。でも多分そんなねノブさんね動き硬くないんですよ。えそうめちゃめちゃ硬いわけじゃないの実は。あ、そうなんですか。でも硬く見えてるってことは自分の感覚がそれより優れてんの。どういうことですか。自分の動きが硬く見えるってことは、はい自分のねこの身体能力が実はあってモニタリングできてる状態なの今ちゃんと自分の動き硬えなっていう風に体より気持ちというか感覚が優れてないと自分の硬さって気づけないんですよ。悪いって思えないってことですか。そうあそあ、なるほど。うそういう人は伸びやすいのでいろんなドラマーさん見てあの人が身体能力高そうだなとかいい動きだなっていうのが判別できるってことはちゃんと感覚があるってことなのでこうなりたいなっていうのはうん確かにありますね。それね見えてるので近近づけれるとは思うんですけど近近づく具体的な方法が分かんないと思うんですよね。そうですね。ずっと治らないんだけどどうしたらいいんだってなってましたね。まず1個その曲げ伸ばしメインになっちゃってるので、はい腕のこの回転運動こういう動きなんですけど、はい腕をね少しね開閉するようにそうこういうふうに動かしてみてください。であとそうで肘が先に落ちてきてその後手先がいてでやっとスティックの先が落ちてくる。腕をこう上げ上てげて、肘が先に落ちてきて、はいでその後やっと手先が落ちてきて、はいその頃にチップが上の方に来てはい。で最後にスティックがこう落ちてくるっていう感じにするとこっちから順番じゃないですか。大変。こうやってほらあ、でもね確かにそうなってくるよね。そうですね。うんそうでその時に今までは多分この開閉の動きとか上腕の回転っていうのを多分意識してなかったんですよ。そうですね。もしくは曲げ伸ばしだけこういうふうに意識してはいやってたので、はいなかなか頑張っても滑らかな動きとかスピードが得られなかったと思うんですね。スピード全然上がらなかったです。スピードはこれね結構ね天才的な人は別なんですけどなかなか上がんない動きなんですよ。でこれが難しいからじゃあ手首でやるってなってで手首も回転使わずに手首のここだけでこういうふうにやるからめっちゃ僕。なんか腱鞘炎になりやすかったりちあょっとスピード上がんなかったり疲れたりとかするんですよ。なるほたまにねこれでもめっちゃ速くなる人いるんですけど多くの人が怪我しやすいです。ど。ああ、でも実際痛くなってました。そうっていう感じですね。ちなみに今ちょっと頑張って真似してみていいですか。いいですよいいですよいいですよ。ハイハット叩く時もめっちゃこう、そうこういうことですか。真似していきましょうね今日こうやってそう肘から先に落ちるようにしてうわー、できない。なんかこうスティックがこうなってますね。そうですね今ね大きく動かしているのでこれがね速くなるとあんまりそういう動きじゃなくてもほらこうやってできたりああ、なるほど。そうすると打点が揃って音色も揃うんですけど今ちょっと分かりやすいように大きくこういうふうにやるとこんな感じですね。でもここはねあんまりとらわれなくていいです。あ、そうなんですか。腕の動きの結果がいや。腕の動きの結果がこの動きなのであ、ここじゃなくて、そうそう家庭をってことなんですね。こっちに気を配りたいですね。こっちにぎこちないって感じるじゃないですか。めちゃくちゃ感じますね。ぎこちない原因はこっちからこっちに順番に動いてないんですよ。この状態が今こっちが先に下がってきてはいで後からこういう風に来るといいんですけどはい今ぎこちないと思ってる状態は、はい。こう来て途中からこうなっちゃってるんですよ。あ、なるほど。一緒に下がっちゃって最後ドンってはい。
で最初はこう頑張ってこっちになってるんですけど、はい。後からこうやっちゃってるんですよ。はもしくは最初からこうなっちゃってるんですよ。あ。はい。それを緩めて超力入ってますね。超あ、マジ力入ってですか。めっちゃ力今入ってめっちゃ抜いてるつもりなんですけど。めっちゃ入ってますあ、ね。本当ですか。はい。これ以上抜けるんすそか。うこれ後でちょっとじゃあ脱力のやりましょうね。こういくがそう入っちゃう今入ってました。入ってマジですか。これね、脱力は結構じゃあ辛いかもしれないですね。あ、僕、脱力できてないんですね。後でちょっと体感してください。やばい、脱力できてる状態がわからないです。わかんないですよね。ゼロの状態を知らないと、はい、ほんのちょっと力入れてるのほんのちょっとが、はい、本当にほんのちょっとなのって状態なんですよ、僕たちから見ると。今だってゼロめっちゃ抜いてるつもりでした。ゼロってゼロじゃないですか。はい、0.1 なのか1なのかわかんないですけど、ほんのちょっとってゼロから見たら 0.1 もほんのちょっとだし 0.2 もほんのちょっとだけど、ザーって一生懸命抜いてゼロじゃなくて僕たちから見ると10くらいの人がほんのちょっと力入れてますのほんのちょっとって50くらいかもしれないですよね。じゃあ脱力編が始まるわけですか今。どうしようか。その前にね、動きの流れをちょっとついでにやっちゃいます。肘が先に下がって、はい、で後からこっちがこういうふうにドーン、はい、でこうなってまた肘が先に上がってで後からこういうふうに例えばこれがダウン、はい、でアップ。うわあ、今すごい僕硬いですね。こういう動きになるんですね。こういう動きにこういう動きにもう早くやるとこういう動きになっているんです。どうやってますって感じですね。難しいですよね。難しいですね。今ね、師匠がね、モーラー本っていうのをね、出したので、あ、そうモーラー奏法っていう奏法なんですね。これモーラーなんですか？そう。腕の回転運動がメインに行っている奏法なんですけど、今日ほら、撮影のあれもあって超コンパクトに言ってますけど、ちゃんとじっくりやるとできるので。本当ですか？ちゃんとでもほら、また教わりに行きます。なかなかほら、会う時間が少ないから、そうですね、一応概要とこういうことがこの先あんのかっていうのをちらっと入ってるだけでも、多分今後のドラムのね、考え方とか、あれが少し変わるかもしれないのでっていうので、まあそうですね。めっちゃ雑に今もしかしたらでもノブさんって、視覚的に覚えるのがうまいかもしれないので、今みたいに、僕がこうやってこういう風にっていう風に教えるよりも僕の動きをずっと真似てた方ができるかもしれないですね。なんかね、何タイプかいるんですよ、そういうのが。言葉で表してくれた方が楽っていう生徒さんと、見て覚えるのが楽って生徒さんといろいろいるんですけど、肘が先に下がってその後に音が鳴るっていう感じにしたいんですよね。うわ、これ体とかつけるとさらにね、ほら滑らかに見えません？こうやって。いや、もうめっちゃ見えますけど、なんか僕もまだまだと思ってるんですけど、めっちゃ上手い人は本当にもう骨盤の動きから波をこう伝えてこっちに移動させるっていうのがなんかこうほーっていうなんかすごいロボットダンスみたいな状態です。そうっていう感じの人もいたり、これに加えて脱力。脱力。今のは動きの流れなんですよ。こっちから順番に動かしますよ。でそれと並行して、力を抜くっていうのをやれるといいので、ちょっと脱力の体感とかしてみましょう。わかりました。お願いします。はい。じゃあ脱力編っていうことで、もう今ガッチガチなんですけどもせっかく来ていただいたので、生じゃないと本当脱力ね、体感しづらいじゃないですか。なのでやりましょう。それ。じゃあ脱力チェックいきましょう。力がもしすごく抜けてたら、僕がノブさんの腕を持ったら、人形のように、僕が思うままこう動きますよね。ああ、そうですね。で、手離したら振り子のようにブラーンともなるだろうし、そうですね。フェイントかけても、それにつられるようにこういうふうにグイグイなるはずだし、僕は腕持ち上げて、腕を離したら、ダラーンってなるはずだし。ということで、今から僕がノブさんの手を持って、
力抜けてるかチェックをしてみたいと思います。わかりました。ね、お願いしますかなり今ヒントをたくさん出したので、はい多分抜けると思います。ね、抜きます。ちょっとやってみましょう。右の手で、力めっちゃ抜いて、抜けたら、はいって言ってください。はい。入ってますね。抜いてますよ。抜いてますって。喋るとどんどん入ってきますね。そう。そう。これ以上抜けないですよ。ほら、今自分で本当だ。コントロールしちゃってるの分かります？自分で持ち上げてますね。そう。どうしたらいいんですかこれ。抜けないですよ。力を抜く。ほら、ちょっと上自分で持ち上げてますね。ほらね、自分で持ち上げてますよね。はい。これで2時間いてって言ったら多分疲れると思うんですよ。力入ってますね。そうでしょ？はい。でもこれ以上抜けないです。どうやって抜くんですかこれ。ダメだ。ほら、ダメだ。おかしいじゃないですか。こうなってましたね。そう。ゆっくり落ちましたよね。ブレーキかけながらこう下ろしてましたよね、今ね。はい。じゃあもう一回力に。はい。力に。ほら、力入ってるんじゃない？入ってますね。すでに入ってますね。いますよ。はい。ほら。ダメだ。どうしたらいいんですかこれ。もうこの時点で腕少しこう上げちゃってるんですもんね。確かに。離れてますね。はい。うわ、そう、今こっちの方がちょっと抜けてますね。今また入っちゃいましたね。さっきより抜けてる。さっきよりは。ダメだ。入る。ダメだ。でもね、今自分で入ったって気づけるようになってきてるので、だいぶさっきより抜けてる。わかります。はい。ちょっと抜けてますね、さっきより。ここがね、少しね、はい。自分で前に持ってきちゃってるんですよね。腕を少しね、こっち側にこう持ち上げちゃってるんですよ。今、ここの辺に力入って。緩んできましたね。確かに今緩みました。でも今度は肘を曲げる力が結構強くなっちゃってきてるんですよね。また力入った。なんかでも分かりますよね。わかりましたね、今。いい感じです。でね、モニタリングしながらやると多分ね、分かりやすくなるんですよ。僕の手をじゃあ、肘置きだと思ってください。映画館の肘置きとか。これ抜けるじゃないですか。抜けた。これ抜ける感じです。すごい。わかりますね。ちょっと自分で持ち上げて。ダメだ。すごい。むしろ硬くなってきた。でも、今、入った瞬間に、ダメだって言ったじゃないですか。もうこれでもうね、いい感じっすよ。そうなんですか？だって自分で、今までは、入ってないっす。俺力抜いてますよっていう状態でガチだったんですよ。確かに。それが、今は、ちょっと入った瞬間に、入っちゃったって言ったじゃないですか。そうですね。気づきましたね。はい。そしたら、自分で脱力の方向性に導くことが少しできますよね、今なら。確かに。そういうことなんですね。そう。いろんなやり方があるんですけど、抜く方法があるんですけど、まずちょっと僕の腕を触ってもらって、いいですか？僕がどんだけ抜けてるかを体感してください。で、僕はフェイントかけていいです。みたいな。わかりました。で、あと、僕 L 字で固定しとくので、こっちぐーっと押さえながら動かすとかでも大丈夫だし、固定したら力入そう、ここを曲げるだけの最小限の力は残して、あとは力抜いておきます。手首は少し固定しますけど、ほんの少し。ここを少し固めておいて。でも、こっち側にはいかないようにしますけど、こっち側には力入れないので、だから上こういう風に下がって、いきなり離してもここで止まるようにしときます。だからいきなりこうやってプッて離してもいいし、こういう風になってふいってやってもいいし、何でもいいです。で、僕力抜いておくので、ちょっと遊んでみてください。はい、どうぞ。こことか触ってもいい？もうどこ触ってもいいですよ。でも柔らかい。で、なるほど。ダラーンだ。本当にダラーンだ。でもこっち行かない。こっちはいかん。今、ストッパーかけ。これストッパーかけ抜くとこんな感じなので、これだともう全部抜けてる状態ですね。でも、乗ってますね、手に。完全に腕が。重さが分かりますよね、腕の。で、例えばノブさんみたいに自分で持ち上げちゃうと、こうなっちゃうんですよ。そうです。多分さっきこんな感じでした。そう、こういう風になっちゃう。抵抗しようとすると、ちょっと僕の腕、こういう風にやって抵抗しちゃう時なんですよ。なるほど。じゃなくてこれなんですね。動画だと伝わりづらいけど。いや、これ乗ってるんですよ。完全に乗ってる。やるとわかる。どうやるんですか、これ。チェック方法があるので、チェック方法をちょっと
お伝えするので、家でそのチェックをしてとりあえずいろんな方法があるんですけど練習してみてください。まず体をねちょっとこういうふうにやって、はい、できるだけ今の自分のマックスの力の抜く感じ、そうすると手ブラブラこうねなるはずじゃないですか。そうですね。ブラブラってね、ゆるく。で、それで体をね、状態をちょっとね、揺らすんですよ。例えば、前後に腕を揺らすように状態をこう動かして、はい、腕を縦の運動にこう。ね、こういう。はい。そう。それからブラ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 するじゃないですか。はい、そしてブラブラしたら体の動きを止めます。そう、腕だけブラブラしますよね。はい。で、止まるまで待つ。そうそう。で、また止まったら、はい、こういうふうにやるっていう。何回も繰り返してください。なんか自分で動かしちゃう時が。そうでしょ。そう。それをなるべく自分で動かさないようにする訓練ですね。最後の最後まで。いいですね、いいですね。途中までちょっと力多分入っちゃうと思うんですけど、結構入ってました。途中から完全に抜くっていう状態保てればいいですね。地味ですよ。で、これが縦のが1個。はい。で、あと同様に横ですね。横。うん。あ、むずい。あれ止めちゃいますよね。体が難しいですね。そう、腕止めちゃうので。むずい。なかなかできないです。縦ができて、横ができたら、組み合わせたものが円運動になるんですね。はい、で、円運動もできるようにしていくっていう感じですね。円運動も両方とも同じ回転にしてもいいですし、右と左違う回転にしてもいいです。反対回りとかいろんな回転があると思うので、それができるようにしていくんですね。これチェックになるので、これで自分が力抜けてるかどうか、チェックしてってください。叩く前に一回この脱力をチェックをして、叩く前というか日々、脱力だけの練習する感じです。めちゃめちゃマニアック。で、例えばずっと中腰なので、縦の運動だけだったら足こう細くしてこういう風にやれば縦の運動だけだったらチェックできるので、まず縦だけ頑張るっていうこういうね、こういう止まるまで頑張るっていう感じでいいと思います。で、腕伸ばした状態が一番楽なんですよ。はい。これがレベル1みたいな感じなんですね。はい。で、これができたら、スティック持ったり、なんか物持った状態でできるように、リモコンとかね、何でもいいです。持ったままできるようにこの方が難しいってことですか？ちょっとやってみてください。確かになんか握っちゃってなんか力入りますね。例えばなんかウインクするときに、こっちが開いちゃう人とかいるじゃないですか。こっちの動きにこっちがつられちゃうんですね。両面つぶっちゃう人とか。腕も今力抜いてるのは割とここの辺なんですよ。肩関節の力を抜いてるようなイメージなんですね。指先でなんか物を持つってことは、ここ曲げたりするじゃないですか。そうですね。ここは力抜いてて指は曲げてる。指はちょっと力入れる状態ってなった時に、こっち力入れた瞬間、つられてこっちも硬くなっちゃうんです。なんか硬くなります。そう。こことここの独立させたいんですよ。で、僕今さっきやってたのは、スティックを持っているので、スティック持ってこの指の動きは自由に、ここ筋肉使って、肘はここで、こういう風に筋肉を収縮させる状態で、でもここは緩めてる状態ってことなんですね。複雑じゃないですか。めちゃくちゃ複雑ですね。で最終的には肘曲げてスティック持った状態でこういう風にできるようにしとけば、そのまんますねをバーンって叩いた時に力抜いて叩ける状態を作れるんですね。こうやってこういう風にダーンってこう、ね、ダーン。この状態でやってて、でさっきの腕の動きみたいにこっちから順番に上げてこっちから順番に下ろすっていうね、こういう動きでダーンって叩けるとして、腕上げただけであとはこっちから順番にダーン。スティック持ってこういう風にってやれば。こんな感じでいきますね。
で音量はもうめちゃめちゃ十分すぎるほど大きいので、小さい動きでもそうするといいんですね。こうやって小さい動きでも十分スネア鳴ってくれるので、なるほど。あんま大きい音を出すときにこういう風にやらなくてよくて、パフォーマンスとしてはかっこいいし、すごくいいと思うんですけど、別になくても大丈夫だよっていうだけなんです。逆にその大きいモーションとか音量が出る分、ちっちゃい動きでこう腕を動かすことができるんですね。そうするとスピードが上がりやすくなりそうじゃないですか。音量も大きいけどスピードも速いとかもできるじゃないですか。もうあんまり大きい動きじゃなくても音量はっきり出せてっていう感じにもできたりするので、いろいろお得ですよっていう。なるほど。で、それをやるために、肘曲げた状態で、スティック持った状態で力が抜けないと、そんなのできないじゃないですか。腕さらに上で上げて、ガーンってやるときも力抜きっぱなしです、ずっと。抜きっぱなし上げるときは上げるための筋肉使うし、あとどっか叩くときにはそこにコントロールするためのちっちゃい少しの筋肉やっぱ使うんですね。もちろん使う、もちろん使うんですけど、その少しっていうのがさっき言ってた脱力のゼロの状態を知らないと、僕たちが言ってる少しとそうじゃない方の少しでだいぶ差があったりするのでっていう感じです。頭ではなるほどって思ってるんですけどちょっと実際やるの難しいと思ってこれをね、細かく本当は段階つけたり、アプローチ方法も今日やったやつだけじゃなくていろんなアプローチ方法がある中で、とりあえずこれをざっくりと教えていただいた意識してやりつつ、できない人これ習いに来た方がぶっちゃけいいですね。早いは早いと思うですね。これ独学難しくないですか？これ独学多分すごく難しいですよね。でも例えばすごい身体能力が高い人とかだと見ただけでできる人とかいるんですよ。原西さんとか、お笑いの原西さんとかめっちゃ身体能力高いですよね。もう見た感じそうですよね。もう身体能力高い方だと結構そういうのできちゃったりする方もいるんですけど、なかなかね、皆さんがそういう感じじゃないと思うし、僕も身体能力高くないんですよ、全然。でもドラムやってこういう奏法やってからスポーツがすごいできるようになって、体の動かし方分かってきたってことですか？そう、体軸とかっていうのがあるんですけど、そういうのを感じながらこう体を動かせるようになって、初めてねスノボー行った時にもうこの奏法ある程度できてたので、じゃあこういう風なこうでこの感覚のまんま滑ればいいのねって滑ったらすげえうまくいきました。1日目でね上級者コースからね一番下までねこうスーってこう。これ多分この奏法のおかげです。こけまくりでしたよ。ね、そうですよね。時間すごいかかりそうですけど、意識してやってみます。ぜひ。難しいので何かあったら連絡ください。はい。また習いに来ます。みんなも多分習いに来た方がいい。これ、やってみて分かったけど、めちゃくちゃ難しい。来た方が早いよね、きっと。なんか、未知のものすぎて、触ってもらって、こう、動かしてもらってる時、そういうことかって思うんですけど、自分だけでやろうとすると全然再現できないっていう。ちゃんと本当はもうちょっと段階あるので。そうなんですね。これでこの回は終わりなんですけど、この後ちょっと赤裸々な質問トーク会を取らせていただいていいですか？もちろんもちろん。よろしくお願いします。お願いします。この後池脇大先生に15の質問していくので、次回もぜひ見てみてください。池脇義和でした。嬉しいこれ